6月に開催された UFC302 と UFC ファイトナイトラスベガスでの平君とアレックス・ペレスの試合、ハゲじゃない試合ではあったけど、やっぱ技術が詰まってる。だんだん尻上がりになってくっぽいや。これどうなっちゃうのみたいな。日本人っていうこの新しい風が吹いてる UFC303 で鶴谷玲君が UFC 本戦デビュー。リンヤさん、はい、この度、はい、リンヤチャンネル、はい、チャンネル登録者数1万人達成しました。よっしゃー、よっしゃー、もう嬉しいわ嬉しいもう嬉しいわ。嬉しすぎて宇宙シール買っちゃいました。僕も。いや、もう全然意味わからない。宇宙シール、これね、隕石が練り込んで、隕石の粒子がこのスターのところに塗り込んでる。そうなんですか。はい、買っちゃうぐらい嬉しかったわ。1万人いったから買ったんですか、さっきのシール。関係ない。テンション上がってってこと。そう、なるほどやっぱおーってなんか跳ねてビョンって1万人いったとかじゃないじゃないですか。はいはい、確かに。なんかじわじわくちゃね、うさぎと亀じゃないけどこうやってね、積み重ねてこう1万人いったんだよ。大事な登録者さんたちだなって思いますよ。去年12月から YouTube の投稿を始めて、今で約半年ちょっと続けてきたわけですが、YouTube の方をやられてみてどんな感想ですか？ YouTube 活動っていうのは。やっぱ格闘技について喋ることで自分に対するフィードバックにもなるっていうことはすごいいいことだと思ったのと、あとは声かけてくれる人とかがやっぱすごい YouTube 見てますとか、面白くて毎回見てますとか言ってくれる人は思ってた5倍ぐらい多いんで、うわーっていう、それ嬉しいなっていう感じですね。そうですよね。あとはやっぱこう UFC について話す回もちょっと回るようになってるのが僕的にはやっぱ嬉しいなっていう。多分リンヤさんをきっかけに UFC に興味を持っていただいた方もやっぱ中にはいらっしゃるんじゃないかな。そうですね。僕もただ強くなりたくて、ベルトが欲しくてとかお金が欲しくてとかモテたくてとかっていうのでやってる格闘技じゃなくて、やっぱ伝えたいこととかがすごいあってやってることなので、こういう活動は改めて大事だなっていうふうに思ったし、そこがやっぱ大事でやっていかなきゃいけないことだけど、自分とかはもう気抜いたらすぐ SNS もずっと更新しないとか、もう見なくなっちゃうタイプだから結局何やってるかが分かんない、なんか伝えたいことがあって活動してるのにそれが伝わりきらず終わっちゃうっていうその怖さはあったんで、それがこれを通してその怖さっていうのが解消できてるというか、伝わってるかもしれないってことで、なんか自分のやりたいことができてるなって思う、時ですよ。やっぱ今回チャンネル登録者数1万人を達成したというわけで、リンヤマンっていう名前もかなり浸透してきていますので、この機会に、リンヤチャンネルのチャンネル名を、リンヤチャンネルから、リンヤマンチャンネルに変えしましょう。超大賛成です。それはリンヤマンチャンネル登録者数1万人を達成したこの機会に、リンヤマンチャンネルというチャンネル名に変更の方させていただきますね。すっげえミノワマンにも憧れてましたから。じゃあ超人ですよ。行きましょう。超人ミノワマン。ミノワマン、リンヤマン。最後に1万人を達成してさらにリンヤマンチャンネルと名前を変えた YouTube チャンネルですが、視聴者の方に向けて最後一言いただけますでしょうか？リンヤマンチャンネルをご視聴の皆様、いつも本当にありがとうございます。街中とかで YouTube 見てますとかそういうことを言ってもらえることがやっぱすごい嬉しくて、ファイターやっててよかったなって思う瞬間の一つで、自分もやっぱそういう時って元気もらえて、次への練習に向かう途中だったら勢いつくし、ちょっともう帰って寝たいなって時そういうこと言われたらちゃんとストレッチしてお風呂入って寝ようとかいう気持ちにもなるし、やっぱみんなの支えがあってできてることなので、僕も一日一日を今のこの瞬間っていうのをずっと丁寧に過ごしていって、
たどり着く先が、ね、チャンピオンっていうものを通っていくと思うので、そこ通った上で僕は発したいメッセージとかめちゃめちゃありますし、はい、そのためにやっぱ毎日励んでますので、今後も変わらず歩みは進めていくつもりなので、ぜひとも皆さん応援のほどよろしくお願いします。 Welcome to リーアマンチャンネル。リーアマンチャンネルの時間です。はい、よっしゃーリーアマンチャンネルってこう、言っても突っ込まれないっていうのが、ああ、そうかそうかそうか、前ちょこちょこ違うからって違うからって今日は以前僕が話してた6月開催の UFCでの楽しみなカードについて3つ喋ったんですけど、はい、そこから6月に開催された UFC302 と6月15に開催された UFC ファイトナイトラスベガスでの平君とアレックス・ペレスの試合に加えて、今週末開催される UFC303 でロードトゥ UFC シーズン2フライ級ウィナーの鶴谷玲選手が UFC 本戦初参戦になるんで、はい、そこについても喋っていきたいかなと思います。お願いします。はい。じゃあ振り返りから。はい、まずは振り返りからいきます。一つ目は UFC302 ですよね。ショーン・ストリックランド対パウロ・コスタか。はい。派手じゃない試合ではあったけど、やっぱ技術が詰まってる。で思いました。ああ、そうですよね。私も結構目超えてきちゃってるね。はい、やっぱ、技術が高いんで、お互い。ショーン・ストリックランドやっぱ寝技も黒帯で、実はレスリングも強いんで、倒しても堅くなに立ち上がって殴ってくるっていうので、やっぱ倒しに行く体力を使って立たれてボクシングゲームされちゃうよりは、スタンドでこうやり合った方がいいんじゃねえかなっていう気もしますよね、ショーンとやるときは。でパウロ・コスタは5ラウンドマッチだったんで、はい、メインでもないしタイトルマッチでもないのに5ラウンドマッチなのってと思ったんですけど、たまにあるのかな、両者が望んでたら。5ラウンドなんで、やっぱ3ラウンドマッチとはちょっと違う戦い方として、はい、パウロ・コスタはカーフで結構削っていくっていう作戦だったのかなっていう。あとはまあ前に出てくるやつをボディで止めるみたいなので、ショーンが結構戦いにくかったのかなっていう。1ラウンド目は本当にカーフキック、はい、やばいのかな。はい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 。ストリックランドは2ラウンド目からもう効いてないはずないですよね。効いてないはずはないですね。ただフルシカト、全力でシカトする。そうですよね、あれ。気になるじゃないですか。はい、気になるのは簡単なんですけど、はい、やっぱ全力でシカトするっていうの。パウロ・コスタからしたら脅威ですよね、あんなことされたら。そうですね、だから1ラウンド終わった時はよしよしよしみたいな、はい、4-5でこれは、足止まったところビッグショット当てたりできるかなっていう展開だったと思うんですけど、ですよね、やっぱ次元ってもうこっちが超越してるんで関係ないですね。この間もそういう試合あったよな。ゲイジー対ホロウェイ。ゲイジーのローなんてやべえじゃないですか。あれを食らい続けて、ホロウェイはスタンス変えずにずっとプレスかけて、初めての崩し方だったら通じるかもしれないけど、まあもうみんながやってる崩し方っていうのはやっぱあそこにはもう通じないんだなっていう、なんかね、ちょっと違うことを入れないとダメなのかなって思いましたね。で相変わらずのボクテク、このペレイラってこう下がってこうバーンで前手のフックで仕留めたんですけど、はい、その角度にこう入った時はおって思う、まあやっぱペレイラがそこで当てたんで思うんですけど、はい、あれはやっぱなんかペレイラにしかできないことで、ショーンをぶっ飛ばした時のやっぱボクテクはすごいなっていう。ジャブがやっぱ誰相手にでも通用するジャブ持ってるっていうのはやっぱね、めちゃくちゃ強いですね。はい。でまあ足が嫌なんでこう適当に足上げてバタバタさせながら前出て、はい、プレスかけてパンチの距離になったら振るみたいな、はい、ネイトとかはああいう感じの蹴りを使いますよね。ただ邪魔をする、相手の攻撃の足がここにあったら邪魔じゃないですか、はい、こういうのでこうちょくちょく上げながら嫌だな嫌だなってプレスかけてパンチで打つっていうのを徹底して崩さなかったショーンの勝ちだなと思いましたね。なるほど。
リンヤさん的にはショーンの圧勝。圧勝とまで言わないけど、まあ固く勝ったなっていう。なるほど。判定がちょっと割れたっていうのは全然理解できる。割れたのはびっくりしました。最初ははいみたいな、はい、いろんな見方があってこう変わっちゃったのかなっていうのはありますけどね。ただやっぱパウロ・コスタはもっともっと野獣的なイメージあったんですけど、はい、精密な MMA をするようになったなっていうのは、もっとなんか野獣の時の方が怖さったかなっていうような気はしますけどね。はい。だからランキングでいうと7位でした。7位とか。かなり格上。いや全然そんなこともなくて、一時期は無敗でアデサーニャとやってますし、だからその辺りからずっとトップにはいるんで、ここ4年ぐらい。なるほど。ちゃんとコスタを5ラウンドしっかり倒したっていうのはでかいですね。はい。技術が詰まった試合って感じでしたね。はい。2つ目、イスラム・マカチェフ対ダスティン・ポイエ。この試合はもう今思い出してもやっぱ上がりますね。いや、気迫こもってたなポイエ。久々に試合終わってなんか死んでもいいやつの顔してるなみたいな、なんか。マカチェフ強いっすね。普通の人だって1ラウンドでやられちゃってますよね。ですよね。距離合わせて。ポイエが温まる前に最初にクロスカウンター当てて、多分あれ効いたんですよ、ポイエ。で、うわーってぐちゃぐちゃになってすぐ4の字組まれて、永遠と4の字で終わったじゃないですか、1ラウンド目。あれやっぱ抜けるの難しいっすよね。いやあれきついっすね。がっつりハマってましたよね。そこから足1本を内側に入れると、この平君がこの間崩したオタツロックっていうのに入ってくるんですけど、マカチェフはがっつり4の字で捉えて逃がさないで、プレスかけて1ラウンド目が終わって、実は5ラウンド目でしたっけ決まったの。でもジャッジが2-3か3-4をポイエにつけてる、多分オープンスコアで、1人がマカチェフ多かったぐらいで、結構ギリギリのとこまでポイエ持ってったっすよね。1ラウンド目終わって2-3-4とかも打撃の展開もガンガン持ってくし、3か4でまたマカチェフがコントロールしちゃったっすよね。確かそうですね。だんだん尻上がりになってくポイエ。1ラウンド目やばくて、これどうなっちゃうのみたいな、会場お通夜状態になっちゃうんじゃねえかなみたいなとこからのやっぱ追い上げがやばくて、マカチェフもうまいんですよ、やっぱボクシングめっちゃ。なるほど。パンチでしか俺は倒さねえっていう気持ちの乗り方が違くて、そこでポイエがガンガン押してった。でマカチェフはちょっと嫌だなと思ったら首相撲でプレスかけて、こう膝とかでも結構首相撲多く使うなとは思ったんですけど、そこもポイエ首相撲の時もしっかり崩さずここで叩くみたいなのを連打で入れるっていう、あれやっぱ首相撲やってる側としたら一番されたくないし、意外とあそこの KO って多いんで、あれは効果的でしたね、ポイエのね。首相撲も徹底して切るっていう。で途中タックルもバンバン切るようになって、その度にこうマカチェフがこう勢いがみたいな、あれって思ったっすよ、やっぱ一瞬。この波乗り切ったら、あれみたいなのあったんですけど、マカチェフは一回ボルガノとの防衛戦をボルガノのホームでやった時に5ラウンド壮絶な試合してアウェーの中しのぎ切って勝ってるんで、あの経験結構マカチェフをやべえものにさせたんじゃないかなって僕はあの時思ったんですけど、あれが生きたんじゃないかなっていう気がしてますね。窮地で追い上げられてるんだけど、そこでもギリギリのところでやるべきことを徹底してやるマカチェフの強さみたいな、あれすごかったですね。試合後のお互いの会話で、君のあれは一体何だったんだいみたいな、マカチェフがポイエにWhat was that? みたいな、俺も理解できないくらい前パワー出てたよねみたいなポイエ選手はかなりこう対応できてましたよね、マカチェフに対して。レスリング、そうですね。もうがっつりコントロールされてはいっててもちゃんとディフェンスできてるし、一本取られたんですけど、どっちが勝つか分かんないぐらいの試合だったんですか。どうだったんですか、リン選手的には。あの日あの場は結構ね、でもチャンスはあったのかなって思いますけど、でも決めきったんで、しのいで判定とかじゃないから強えなっていう、やっぱ結局は勝つのかなって思いますね。
確かにあれ面白かったな。ああいう試合がね、見る人も増やすし、はい、ああいうの見てアメリカの子供たちは何十万人とこうやろうってなったんじゃないですかね。なるほど。ロシアの子供たちも。次おそらく ATT からアーマン・サルキャンが出てくる。はい、出てくるんで。サルキャンのデビュー戦かな、なんかあたりやってんすよ、お互いが入りたてぐらいの時に、でレスリングのドロッドロゲームでマカチェフが判定勝ちしてるんですけど、誰と誰がやったって？マカチェフとサルキャンがやってるんだ。やってるんですよもう。でその時はマカチェフが判定勝ちして、一歩先に行ってで勝ってみたいな感じね。でアーマンも追いかけるように勝ってで今度アーマンが多分ベルトに挑戦するんで。なるほど。アーマン対マカチェフのタイトルマッチになるかなっていう。ライト級めっちゃ楽しみ。3つ目は6月15の UFC ファイトナイトラスベガスから平君対アレックス・ペレスです、はい、いつも通りでしたね、はい、いつも通りだったし、まあ、さらに体も強くなってるし、精度も上がってるし、結構盤石な感じになってきてるよなっていう。リンヤ選手が、まあ、楽しみな試合でお話しされてた通り、結構予想通りの展開だったんですか？アレックス・ペレスは思ってたよりやりにくい感じでゲームメイクしてくるなっていうのはちょっと思いましたね。ただ平君はずっとジャブのラインをずっと外さないで、そこでジャブついてカーフついてっていうのを丁寧にやり続ける中で、ペレスはリーチも全然差があるんで、頭振ってずらしながら踏み込んでダンみたいな、クイックみたいな感じで当てる。アレックス・ペレスはレスリング使うとかはせず1ラウンドが終わって、まあだから若干アレックス・ペレスが取ったなっていうラウンドですかね。なるほど。ただ僕はもうジャブのラインとカーフがすげえ良かったんで、まあどっかでは奥手は当たるだろうなっていう、僕はそれが1ラウンドで当たるかなって思ってたんですけど、で2ラウンドタックのタイミングが超良かったですね。なるほど。あとアレックス・ペレスもレスリングうまいんで、すぐ壁にこう背中つけるんですけど、そこからの引き込みとこう体重のかけ方がうまくてすぐフック取ってっていう、あの時点で結構平君はもう2ラウンド目は取ったなっていう確信したんじゃないですかね。なるほど。で4の字フック、でおたつロックからおたつロックって4の字フックを足1本だから余るじゃないですか。4の字組んだら胴があって、ここが余るじゃないですか、膝下が。これを普通は相手が2本こうやって両足出てたらこうやってしまうんですけど、ここにこうかけるんですよ、相手の2本出てる足に。ちょっと相手の足が短いんですけど、これ相手の足ね、こうかけるんですよ、ちょっと半身の状態でもコントロール、バックでチョークも狙えるし、半身の状態なんで抜いたところにこういう背骨を決める技だったり、まあ、変化としていろんな選択肢がある姿勢。和田辰光さんっていう、僕もめっちゃ練習させてもらったことあるんですけど、ワンで活躍してるファイターがやりだしたのかな、名付けたのかな、おたつロックって。僕も何回もあの形からエスケープできると思って振り向こうとしたら、そこにグーンって決められて、何回もそれ組まなくなって、これは厄介なポジションだなって思ってたんですけど、あんだけリーチあってフライであそこかけられたらきついと思いますね。でまあ僕はあの技で膝破壊ってよりは、その前のカーフとかが効いてたり、いろんなことがあって起こったことなんで、無理やり頑張ろうとしたところに神経伝達うまくいかなくてこうゴリンみたいなっていう感じかなと思いますけどね。なるほど。まあでも事故でみたいな感じでしたけど、あれ倒したら倒したで決めちゃってたか、345に響くようなダメージを与えてたような気はするんですけどね。ランキング5位でしたよね、確か。5位。見事勝利したということで、今後の平君としては、ワンチャンあるとは思いますね。めっちゃアピールしてるやつが他にもいて、マネル・ケープとか、モカ F とか、モレノ、ブランドン・モレノ、あの辺もだからパンチ超厄介で寝技もうまいっていう感じなんで、すぐタイトルかな。でも日本人っていうこの新しい風が吹いてるわけじゃないですか。ずっとなかった、日本人っていう風が吹いてるんで、そこをこう UFC が入れてくれる可能性ある
かなとは思いますね。なるほど。あと1個か2個、油断せずにいってほしいですけどね。はい。こんな感じ。以上が一応3つ、6月開催の USC での楽しみなカードについての振り返りになりました。はい。そして、今週末の USC303 で同じ侍トップチームから鶴谷玲君が USC 本戦デビュー。ラスベガスでデビューなんで、そちらも日本時間で言ったら結構朝早くになると思うんで、6時、7時ぐらい、7時ぐらいかな。多分7時開始ぐらいで、2試合目なんで朝7時半とかになると思うんで、楽しみですね。そうですね。はい。対戦相手のことについてはご存知ではまあないんですけど、でも平君とそのアレックス・ペレス戦の1個前がカルロス・ヘルナンデスだったんですよ。前回の試合、の相手だったんで、まあ試合はちょっとはそれは知ってますよ。その試合ぐらいですけど。どうですか、鶴谷君。まあいけるなと。平君とやった時はグラウンド持ち込まれないように徹底しているなっていう感じだったかな。まあでも結構ね、さすがにやっぱ UFC ファイターなんで、全然弱くないし、ストライキング、レスリング、寝技全部できた上で、でも飛び抜けたものっていうのは特には感じなかったかな。鶴谷君はやっぱ飛び抜けた暴力充実みたいな、ねじ伏せる力みたいなのありますから、そこでは絶対上回ると思うし、そこで上回る分そこに持ってき続ける、試合になっていくのかなっていう。カルロス・ヘルナンデス相手にこう先手で攻めるっていう試合を作って勝つんじゃないかなって、思ってますけどね。行こうとしてたんだけど間に合わず。そうなんですか。現地の方に行こうとされてたんですか。行こうとしてました。日本から応援します、僕は。ぜひその試合も皆さんチェックしてください。以上が6月開催 UFC の振り返りと、今週末の鶴谷君 UFC デビュー戦についてでした。皆さんご視聴ありがとうございました。マジで急なんですけど、ハイブレッドってリングレームあるじゃないですか。由来とかってどっかで話してます？格闘スクランブル、そうですね、UNEXT の番組で鬼越トマホークに聞いてもらって、なんかふわふわしたら言えないんだね。そうなんですよ。ハイブレッドってハイブリッドとピュアブレッド。僕はだから多分こういろんなものを掛け合わせて自分のスタイルにしていくんで、っていう意味もあるかなって今となって思うんですけど、LDH とピュアブレッド、昔からの格闘技と、新しいエンターテインメント性みたいなものの融合とか、ピュアレスリングをうまく融合させる格闘技に、いろんな意味のハイブリッドっていう意味と、あとは父親のピュアブレッド、亡き父の思いも継いでいくっていう意味も含めて、あの人が造語としてリンヤ君は世界行くから早めにもうミドルネーム作っとこうって言って会議を何回かやってくれて決まったやつ。めっちゃいい話。めっちゃいいっすよね。深いっすね。結構深いんですよっていう風に言ったんですけど、まあなんか長すぎて、じゃあまあうまく説明できないってことで OK みたいな、そうです、はいみたいな僕はハイブレッドのハイって HY でハイブレッドなんですよ。高いのハイ、HIGH、ハイブレッドっていうのが教養の高いとかしつけの良いとか高貴の生まれみたいな意味があるらしくて、それ英語でそういう単語があるってこと？ハイブレッドです。ただ文字はちょっと違うんですけど、ハイブレッドっていうその意味もだから格闘技において教養の高いとこで育ったっていうハイブレッドっていう意味もありますね。結構いろんな意味が含まれる好きですよ。結構みんなハイブリッドにしちゃうんですけどね。ウィキペディアもハイブリッドだっけ？確かに。そうですよね。ハイブリッドだとね、なんかね、車みたいな。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。その場合はね、僕が初のチャンピオンじゃなくなっちゃいますけど、それはそれでそれなんで、
僕は僕で撮るんでそうですねっていう、はい、感じなんでね、いいかなと思います。そうですね。はい。どちらにしても。はい